こんにちは。こんにちは。今回は農業の作業計画についてお話ししようかなと思います。私たちは北海道で冬の時期は農作業がないので、4月から10月の期間農作業があって、その時期はこう農作業の作業計画立ててるんですけど、そのことについてお話ししようかなと思います。結構今年は細かく計画立ててて、冬の時期に結構がっつりやってくれてるんだけど、どうですか？作業計画今年はがっつりだよね。そうだね。どうやって決めてる？どうやって決めてる？大体どの農家も、その1年の流れって同じものを作ってたら、固定されるというか、大体同じ時期に同じことをやると思うんだけど、我々の場合はまだ初めて年数が経ってないというか経験が浅いっていうのももちろんあるし、新しいことを毎年何か新しい作物だったり新しい品種だったり新しい販売方法だったりっていうのを何かしら追加してって、それによって去年までやってたことをやらなくなったりっていう入れ替わりがバンバン起こるから、結構事細かに5月の何日から何日までに何をやる、ここまでに終わらせて次はこれをやるっていうのをあらかじめ決めて書いておかないと、いざそれが始まりましたってなってからじゃ忘れちゃったり抜けてたり、詰まっちゃったりしかねないと。だから作業に追われることになる。だけどそれじゃあダメだから作業を追いかけれるように、一応ね結構細かく計画立てて書いてはいるな。今年初めての作物はスイートコーンか。そうだね、だけかでかくやるのは初めてだね。でかくってもなんたんだけど、そうだね。全部ね収穫が何日かかるかっていうのもね、人数も去年とも違うしね、どんぐらい一日に進むか分かんないからちょっと余裕持って取ってるよね。そうだね。収穫の日数とかもね、実際、例えば芋の収穫、この品種の芋の収穫に10日かかりますと、実際多分本当に10日ぐらいかかるだろうなって思ったら、そこは2週間とか15日とかだいたい 1.5 倍ぐらい見積もって計画はしてるんだ。雨とかもあるしね。それ込みで10日かかるとしてもさらに 1.5 倍見てんだよね。そうなんだ。余裕を持って少しでもやれるようにしたいから、でね、計画立てててやってても、いざその瞬間になってこれもやんないといけないわっていうのが出てきたりは絶対するから、だから 1.5 倍ぐらいは日数取ってはいる。なるほどね。だからもう本当に細かいよね。全部書いてあるって感じじゃない？もう分かりやすいけどさ、こっちもなんかこの時期これやるんだなとか。基本的に作物ごとに何月の何日から何月の何日までカルチとか防除この日とかある程度決めて、草取りとかさ、そういうその時期を決めておく必要がない作業はあえて書かず、余裕が生まれたタイミングで都度やるみたいな感じかな。本当にね、ちっちゃい細かい野良仕事まで書いてたら逆にそれに合わせようとしすぎて、今度融通が利かなくなっちゃったりもしかねないから、細かく書きすぎることにこだわらずっていう感じ。本当に重要な作業だけみたいな。そうだね。天候でね、なんか出来の速さが変わってくるから、そうなったらまた組み直して、組み直して。一応ね、最初に4月から10月までのざーっと計画立てて、で例えば4月じゃあ30日に4月の作業終わりましたってなったら、毎日ね、計画の表ともう一個実際に結果の表があって、その結果の表に実際やった作業を書いて、で
まあ上から4月のさ予定の上から結果をバンって張り替えてんだけど、大体まあ今のところそういないかな。ほとんどほぼほぼ同じだったスケジュールで、こっからまたね収穫で結構ずれ込みそうだよね。そうだね。7月末からね、うまいことこれ通りにいけば、ね余裕あって、分かんないもんね。一番怖いのが8月に土砂降り降って、2、3日入れないみたいなのがいっぱいあると、やばいね。あちゃ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 。バラバラになっちゃった。スイートコーンってわかんないのか、甘いって。うちさそっちでやってたじゃん前、ちょっとね。その時もキツネ食べたから美味しいんだなと思って取った。キツネに食われたら。8月がね、8月9月がなんせね結構バタバタだね。どっちゃり収穫があるから、そうね。いかにその他のことだったりを7月と10月に回せるかを考えなきゃいけないし、人もねどっからどこまで何人雇うかっていうのももう決まってんだけど、何人だっけ結局収穫って全部で10人とかだっけ。呼んでんのは8人。呼んでんのは8人プラスうちらだから13人。去年もそんなもんか。去年ねかぼちゃは多い時で20人以上いたけど、そっか。でもちょっと収穫の方法も変えたから、そんなに人数呼ばなくてもできる方法でやろうと思って、その日数かける人数の合計って言ったら、昨日やったよね、330人ぐらい。同じ人もいっぱい来てくれるから実際に330人の人が来るわけじゃないけど、330人の人が来ると思ったでしょ。思ってない。330人のうち自分何人いるんだろう。自分たちも含まれるんでしょそれ。含まれない。含まれないの？手伝いに来てくれる人が330人？マックスでね。すごいね。最大値で見てる。本当に分かってる。1日に来るわけじゃない。お弁当大変だね。330個のお弁当。そうだよ。そうだね。1日じゃないからね。分かってるって。さらに防除もやっていると。計画ね。まあ防除とまず施肥設計だね。これはどうやって立ててるんですか？施肥設計は合計窒素量、例えばまあかぼちゃだったらだいたい合計で植え付けから収穫までの間に与える窒素が1ヘクタールあたり何キロっていうのがもう決まってるってこと？大体決まってるんだ、品種によって。かぼちゃだったらまあ10キロ前後ってとこなんだよね。3要素っていうだけあってさ、窒素とリン酸とカリウムってあって、それぞれ窒素は茎とか葉っぱとかを伸ばす栄養分なんだよね。でリン酸は根っこを伸ばす養分なんだよね。でカリウムっていうのは実を大きくさせる、実を肥えさせる養分なんだ。で最初に必要なのってリン酸だと思ってるんだよね。だから最初に入れる元肥、種とか苗とかと一緒に入れる一番最初の元肥は窒素じゃなく、うちはリン酸で合わせてるんだよね。でリン酸って入れすぎても、経費を無視したら悪いことが、別にないんだよね。お金がかかるからそんなことはしないけど、やはり基本リン酸で合わせといて、で後で追肥で窒素を調整して、で最後にカリウムを調整してっていうやり方をしてるんだ。してるんだって言っても今年ぐらいなんだけど、でもねやってる作物は調子は一応いいよね。本当。初期生育がいいねやっぱね。それこそね分かりやすいので言うと量の芋だよね。メイクイン。夏也が組んでくれた窒素リン酸カリの値で同じように合わせたら、なんかいい、今年あんなにいいメイクなかった今まで。それ何掘ったの？掘ったっていうかもう見た目もそうだし。そうなんだ。初期生育が全然ね。そうなんだ。
最初にそうだからリン酸で元比合わせて大体さリン酸欲しがる数値って作物ごとにある程度は決まってるから、それの上限値ぐらいの元比の量を入れといて、で窒素が実際に必要な量とどれぐらい差があるなっていうのを、で追肥で窒素を入れて、で実がつく前ぐらいにカリウムを入れて、カリウムの値を増やしていって、窒素とさカリウムとさは、まあ、あとマグネシウムとカルシウムってあるんだけど、まあ、めっちゃ簡単に言うと喧嘩するというか、たくさん1回に入れても、軽いやつが弾き出されちゃうっていうか、リン酸だけはちょっと別なんだけどマイナスのイオンなんだ。他は全部プラスのイオンだから、反発し合って流れてっちゃうんだよね。あんまり一気に全部を入れても、特に我々みたいなあんまり CEC の高くない15あたりの畑だと、まあそんないいこともないのかなって思って、そうするようにはしてる。昔と同じやり方をそのままねやっても肥料の値段が違いすぎて、10年前とは、いやー無理だよね。無理だね。倍でしょ。倍どころじゃない肥料もいっぱいあるとか。で防除の方も組んでるね。防除はね、うちは、まずドローン使うようになった去年から。からドローンに向いてる薬剤、スプレーヤーに向いてる薬剤っていうのがやっぱあるんだよ。もう一つ他に液肥としてとか、あとなんて言うんだろう、ストレス資材、先にストレス与えて準備させておく、酢酸とかアリン酸とかなんだけど、そういう資材とかも安いやつをガンガン使ってるじゃん、我々。それに相性の良くない薬ってあるんだよね。殺菌殺虫剤、この時期にやんなきゃいけないんだけど、でもこれとはこれ液肥と相性が悪いとか、成分がね、そうこれはもう調べないとっていうか、なんかね、農薬の成分を細かく見たら、見ないと、これとこれは相性悪いっていうのが分かるんだ。分かる。なんで相性悪いのかまで分かれば分かるんだけど、そういうのが結構あるし、浸透移行性って言って、普通だったらかかった葉っぱにかかった虫に効果があるよとかっていう感じじゃん。なんだけど浸透移行性がある薬っていうのは葉っぱに浸透して移行していくんで、その成分っていうか効力が、でそれはなるべくスプレーでかけたいんだよね。水量をいっぱい落としてあげた方が浸透移行しやすいっていうか、そっか。そうなんだ。ドローンでも別にするんだけど、スプレーの方がより効力を得られるっていう感じが、そういうのもあるし、あとはもう一番は経費だよね。なるべく高い薬じゃなくていい時は高い薬を使わない。いろんな要因を全部、欲張ってほしいのであれば、やっぱ自分で防除歴を組むのが、いいかなと思って。冬暇だし、相性を見て浸透移行ある薬使う時期考えて、作物ごとに自分で防除体系を組んで、もうそんな何年もやってるわけじゃないんだけど、去年からやってる？去年か、一昨年かぐらいからやってる。そうなんだ。一応その農協からあるもんね、こう冊子が。今こういうね冊子が農協からもらえるんだけど、これに大体なんて言うんだろう、何月のどれぐらいの時期にこの薬をやってください、この薬をやってくださいっていうのはあるし、量も農協を使ってないからあるよね。そっちはそっちであるってこと？そっちはそっちで、商社さんで防除体系を組んでもらって、そこで時期によってとか虫の出方とかで変えていくって感じ。でこれとか量が組んでくれるやつは基本スプレーヤー前提なんだよね。ドローンがまだ完全に普及しきってないから、別にねこの冊子の通りやるのが正解というか間違いはないんだけど、やっぱコスト、ドローン、浸透移行などなど考えると、自分で組んだ方が納得できる。あと相性だね。これが一番問題としてはでかいかな、相性の問題が。で一応さ、その
施肥設計と防除設計については、組んではいるんだけど、環境保全交付金みたいなのがあって、化学肥料の窒素分とか農薬とかを一定値まで減らして作らないといけない、交付金もらうためには、みたいなのもあるから、それの対象にしてる畑はその限りではないんだけど、その設計の限りではないんだけど、ああ、なるほどね。それに合わせてやってます、そうそうそう、少なくしたりはするんだけど、本当に今年は細かく計画を立ててますね。なかなかこんなに細かく立ててる人はいないんじゃない？あんまりね。どうなんだろうね。みんな多分1年の流れがそんなに変わらない人は変わらないから、計画を立てる必要もないし、そうだよね。我々ぐらいの世代だとやっぱ、まださ、お父さんとかお母さんがそうだね、がっつりもう畑のことをやってて、感じの人も多いのかな。経営者になってる人もいるけど、そっちの方が多いよね。なんか親からこの防除変わったタイミングがなんか経営以上のタイミングってなんか、なんかよく聞いてた。この辺はってこと？この辺は。いや、そうだから我々はさ、もうほとんど畑になんか防除してもらったりさ、カルチ入ってもらったり植え付け手伝ってもらったりってことはないじゃん。ないね。ほとんどもう関与していないぐらいなレベルだから、経験が足りなさすぎて、ここまでがっつり立てないと、追いつけないというか、逆にね、周りと同じやり方でやってても経験不足が大きすぎて、話にならない、勝負にならないんで、っていうのはめっちゃ思う。なるほどね。だからやって当然だとは思う。それでも大変だったよね。なんか毎日のようにやってたし。結構ね、時間かかるよね。まあでも冬暇だからね。今後どうなるか楽しみですね。これ立ててる時が一番楽しい。立ててる時？この計画を立てて、施肥設計組んで防除設計組んでる時が一番楽しい。早くやりたい。実践したい。これ今もその気持ちある？今は早く取りたい。収穫したい。そうだよね。せっかちなんだよね、多分ね。いや、せっかちだよね。待ちきれないんだよ。かぼちゃが一番機械トラブルがないかな。そうだね。変な気候がないから、単純な、ただね、でけえトレーラーを引っ張るだけだから、特にトラクターが壊れたらトラクター変えればいいし、芋だよな。芋だね。芋を今年から今まで使ってた7型ウルトラセブンっていう古い、コメントでよくバカにされてるなんでこんなの使ってんのみたいなやつでしょ。驚きサイド折りじゃないのからって終わってるってたまに言われるんだけど言われる別に十分なんだよ、あれで十分なんだけど、あれ2台あるからさ、ここに、あれ2台とトップ1っていう機械で、ウルトラセブン1台で別にね、我々合わせて55丁、程度だったら、1台2台は十分なんだけど、なかなかないタイミングでいい程度のトップ1っていう、すごい効率の上がるでかい機械が手に入るから、楽しみ。今年は3台で一気に肩をつけるっていう感じで、よかったね。バカにされなくて済むね。ね。3台か。3台。運転手はここの3人だよ。ああ、だよね。で、トップ1でしょ。もう。運転する気ないもん、でかいやつ。でかいの怖いから。運転エしてコトラがいい。いや、エコトラトップ1で使ってみる。とりあえず。じゃあ何乗るの？ジョンディア？いや、あれ、久保田、今、マウント背負ってる。そうなの？あれフィアットにも使えるから。赤いやつ？オレンジのやつ。90馬力の。あれ 2.4 尺なんだ。あれ窓ないよね。君が割ったからね。あれもともと窓あったの？あった、後ろの窓あって、車トラクターの中綺麗にしてって言われて綺麗にしたんだ。めっちゃ綺麗にして、はーって思って、そしたらなんだっけ、機械を上げすぎたんだよね、ローリンクを。したらぶつかっちゃって、窓に。窓開けた状態で開けたの。そうだ、それはそうだ、掃除して、終わったーって言ってピーンって開けた。パリーン
全部なくなってた、後ろ向いた。いやでもなんか怖いよね、そういうのあるよね。いや機械でさ、開けっぱなしで開けたら届くやつあるじゃん、でね、忘れそうになる。最近でもやっと知ったの。後ろの窓さ、こうやって開けるじゃん。じゃ届かないじゃんこれ。この横に取っ手があるの。いや知っとるわ。カメラつけてるだろそこに。どうやって撮ってたの？あれカメラつける場所じゃないから。一生懸命あーって撮って最近本当に最近気づいたの。あ、これってもしかしてこんなところに。そう。みんなあそこにカメラつけてると思ってたんでしょ。カメラってなんか別になんと思ってなかったんだよ。はい、まあ終わります。あ、終わり？終わります。はい